皆様こんにちは。今日は第5回山水会チャンネルについてお送りしたいと思います。今回のゲストは前衆議院議員の大塚拓先生です。本日は安全保障についてとっぷりと語りたいというふうに思っています。大塚先生は2年4ヶ月前、岸田政権によって国家安全保障戦略が閣議決定されました。ここに至る間ですね、自民党におかれまして安全保障戦略に対して数々のご提言ご示唆等を出したというふうにお聞きしております。そういったご経歴も踏まえてですね、今日は非常に変転する国際環境の中で今後の日本の安全保障がどうあるべきかということについてお聞きしたいというふうに考えております。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にお聞きしたいのが、昨日トランプ大統領とプーチン大統領の間で電話会談が行われました。これを見るとですね、一言で言って、大きな進展はなかったというふうに思っています。こういったウクライナ情勢を見ながらですね、現状戦後80年の世界秩序が変わってきたというふうにも言えようかと思います。特にアメリカとヨーロッパのこの同盟関係というものに亀裂が入って、まさにですね、今後の大きな悪い方向になっていくというふうな危惧がございます。こういったアメリカとヨーロッパの関係と含めて今の国際情勢をどのように見られているのか、お話をお願いしたいと思います。きっかけになったのは明らかにトランプ大統領とゼレンスキー大統領の会談だったと思いますよね。あれは世界に衝撃を与えましたし、アメリカが自国の利益というよりもトランプ大統領個人の利益によって、非常に、重要な関係のある国を切り捨てるというその姿を、世界中が見てしまったわけですね。共有してしまったと。このことの与えた影響というのは計り知れないものがあると思います。ヨーロッパは完全にそれで覚醒したというような状況にあると思いますし、これ一回あのシーンをみんなで見てしまうとですね、もう歯車は元に戻らないという感じがありますですよね。で、私もアメリカが相対的に力が落ちているとかですね、そういうことはずっと言われていて、いつかそういう日が来た時でも対応できるようにしなければいけないと、こういう思いもあって、安全保障戦略3文書の改定に向けて、当時自民党の国防部会長をやっていて、その中で流れを作ってやってきたわけですけれども、それを現実をまざまざと突きつけられる日がこんな早く来るとは私も思っていなかった。おそらくヨーロッパもそうだろうと、トランプ大統領が来てどうなるんだろうと警戒はしてたと思いますけど、それをここまで露骨に突きつけられるとは思っていなかったのではないかなと思います。で、その後もですね、装備品の提供と情報の提供の停止ということをやりましたし、これはもう戦場で明らかに、状況が一変するという効果も含めてみんな見てしまったわけですよね。で、お話にあったトランプ大統領とプーチン大統領の電話会談、これもですね、もう誰が見ても交渉のタイミングもどう考えてもプーチン有利、交渉の構図も国内向けのアピールで急ぎたいトランプ大統領に対して今戦況は非常に攻勢を強めている、経済も好調を保っている、外貨もまだ当分持つというプーチン大統領に有利な構図の中で、交渉を急いでしまったということで、結果もですね、インフラへの攻撃を30日停止をして、捕虜を交換するという、戦局にはほぼ影響のないことだけプーチン大統領は情報をし、その方に、ウクライナに対する武器とか情報の提供の停止を求めるということで、とてもなんでしょうね、アメリカにとってもヨーロッパにとってもウクライナにとっても得るところがあったとはちょっと思えない、そういう残念な結果だったと思います。いや、おっしゃる通りですね。プーチン大統領もこのウクライナ戦争に関してですね、就任前は24時間でけりをつけられる、あるいは就任後はですね、100日でけりをつけると、豪語していますけれども、結局はそのようになっていない。
ある意味トランプ大統領の影響力というものが期待する部分もあったんですけども、やっぱり、プーチン大統領に対してはなかなか思いにいかないというのが見えてきたと思います。で、それが目を転じて、じゃあその関係、トランプの指導力というものが今度アジアにおいて、対中国においてどうなってくるのかというのは非常に心配なところで、うん。もちろんトランプ大統領も、それからまだ任命は承認はされてませんけども、トランプ大統領が指名をしている国防次官コルビー氏ですね。で、彼は非常にアメリカの次期政権における安全保障に対しては非常に力のある方なので、この方の発言って非常に注目されているところですけども、去る3月5日にアメリカの議会の上院でですね、承認のための諮問会が行われました。その中でコルビ氏が述べたのは、もちろん NATO に対しては 5% 以上の対 GDP における国防費を出せと、日本に対しては 3% 以上当然だと。で、加えて台湾に対しては 10% 以上出せと、こういったところまで来ております。確かにそのアメリカが、第一列島線と言われるいわゆる日本列島から、台湾フィリピンにつながるラインでしっかりと中国を抑止するってことは言われてますので、ヨーロッパとはちょっと違ってアメリカはアジアを重視しているやに見えますけども、この辺りのところ先生がどのように見ておられるかお話を聞きたいと思います。コルビー今次官候補はもともと中国に対しては非常に強硬な姿勢で、しかしアメリカのリソースも限られているわけだから、中国もロシアも中東も全部面倒は見られないと。リソースの優先配分ということで中国に持っていって、その結果ヨーロッパと中東ははっきりとアメリカとしては切り捨てるという方針を持っている方だというふうに、理解してるんですけれども、そういう中で欧州に対して 5% というのはこれは、その路線に回ってるだろうなと思いますね。ただ日本に対しても、これ 3% の防衛力ということを、求めてきているという状況なわけですけれども、もともとですね、これ日本の今の3文書で、GDP2% 水準ということを目指すということを決めたわけですけれども、その時点で、本当に 2% で、十分な備えになるかというと、まだまだ足りないところがあるなというのは私としては感覚として持っていたわけですね。5年で今43兆円の予算ということになりますけれども、普通に考えると今の装備体系の延長で考えて、例えば弾薬の備蓄であるとかですね、必要な装備品、その他もろもろ足し上げても、あと6、7、8兆円ぐらいは必要かもしれないというふうに思っていましたが、結局なんで断念したかといえば、もちろん財務省が非常に抵抗したというのもあるんですけれども、実際に予算をつけても、日本の、防衛産業も長年非常に、もう微々たる予算でやってきているので、予算があっても作れない、消化できない予算を、という現実もある中で、この5年の計画としてはこれぐらいが限界かなと、こういうところもあったわけです。で、さらに言えばその3文書を作ってから、この3年間で世界情勢も激変しましたよね。当時も作りかかったところで、議論を始めたところでウクライナで戦争が始まり、大きく変わったなと思っていたわけですけど、そのウクライナの戦争が3年経っても終わらず、中東がまた大きく荒れ始め、でトランプ大統領が出てきたという状況の中で、本来であればこれそろそろ次の5年間の計画を議論をし始めなければいけないタイミングだと思うんですけれども、次の5年を考えたときに前回の積み残しと同時にこの3年間に世界が変化した分、既存の装備体系、今の安保戦略で考えている体系の延長以上のことをおそらくやる必要はあるだろうと思いますので、実はそう考えると GDP3% ってそんなに現実と乖離した要求ではないのかもしれないと、こんなふうには思ってますね。いや、おっしゃる通りですね。2年4ヶ月前の2022年12月ですね、
閣議決定されましたけども、まさにその安全保障、その当時の安全保障環境というのは、今大塚先生おっしゃったようにトランプ政権という大きくこの戦後秩序を変えようとしている、そういう状況もなかったし、ましてやそのロシアと中国と北朝鮮、そしてイランですね、いわゆる新悪の数日国が連携をしてがっぷり四つに組んで民主主義国家に対抗してきている、こういう状況もなかったんですよね。まずこの2つだけ見ても完全に日本の安全保障環境が変わったわけですから、速やかに私は安全保障戦略を変えるべきだと、大塚先生全く同意するわけですけども、ぜひ大塚先生の早く国会に帰ってきていただいて、で当時ですね、自民党に置かれて国防部会長としてですね、安全保障戦略の立案に本当にお力になっていただいたと私も認識しておりますので、その流れでですね、また新たに国家安全保障戦略の見直しに加わっていただきたいと期待をしているところです。その上でお変わりになったという前提でですね、今後どういった方向に向かうべきかというご所見があればお聞きしたいと思います。まずですね、この今トランプ政権になって一番まずいなと思っている変化は、トランプ大統領って非常にゼロサム的な世界観を持ってるんですよね。あなたの得は自分の損、あなたの損は自分の得みたいな、ゼロサム型の世界観だと思うんですけども、したがって交渉を見ててもウィンウィンっていうシチュエーションにあまり興味がないように見えます。ただ世界は実際はこれまでプラスサムの世界で動こうというのが戦後の世界だったと思うんですね。要するにどっちが得したら損するっていうことではなくて、どっちも得をするようなうまい枠組みを作って一緒にやっていきましょうと。これは貿易協定というのもそういう交渉になるでしょうし、NATO のような貿易協力の枠組みもおそらくそうなんですね。一人ではそこまで、できないけれども、この、2カ国とか何カ国かが一緒になって、みんなで得をする枠組み、少しずつコストを負担し合った結果得をすると、こういう枠組みを作ろうというこのプラスサムの戦後秩序そのものが今急ピッチで破壊されているという感じを持ってます。一方でご指摘になったように、相手方は、まさに数軸化が進んでるわけですね。中国、ロシア、イラン、北朝鮮と。でこれがユーラシア大陸の中で完全にネットワークを組んで、経済制裁をしてもお互い協力しちゃうんでなかなか効かないとかですね、武器もお互いに融通するみたいな世界になっていると。その一方でゼロサム型の西側世界が分断していく、非常にまずい状況だと思ってまして、でヨーロッパもですね、覚醒したのはいいんだけども、とにかく自分だけで何とかしなきゃいけないと、こういう感じに今なってしまってるんですよね。だけどヨーロッパだけで、ましてアメリカだけでも無理な時代であるわけですから、でそしてまた日本だけでとかですね、アジアだけで、秩序を維持するということはできないと思うんです。でこれをどういうふうにアメリカも、今のトランプ政権の現実が4年続くとしても完全に切り離されないようにしながら、同時に日本とヨーロッパの関係、これはユーラシア大陸を挟んで、東と西、画面から見ると東と西ですかね、の関係でやっぱり利害を共有しているところがあるんだという前提で共通の戦略を作っていく。そして共通の戦略を今イギリスがヨーロッパとアメリカの仲立ちを一生懸命しようとしてますけど、日本もアメリカとうまく仲立ちをしながら、このユーラシアを囲んだ共通の戦略にアメリカがうまく関わっていけると、そういう環境を作っていかなければいけないんじゃないかなと思ってます。でただ前提としては、そのためにはアメリカに 3% と言われてしまいましたけれども、日本自身の防衛努力というものはやっぱりこれはさらにしていかなければならない。なんなればアメリカもですね、コルビー次官候補も結局アメリカ単独で2正面3正面はできないからこっちは切り捨てようと、こういう発想になってるわけなんで、それは現実として日本もヨーロッパも認識をしなければいけないと思うんですね。でアメリカも
その2正面3正面同時にできないからこっちに振ろうと今までもしてきた経緯があるわけですよね。例えばオバマ大統領ピボットとかね、リバランスとか、あるいは中東が荒れてるとちょっと東アジア手抜いて中東に行こうとしたブッシュジュニアの政権とかですね、いろいろあるわけですけど、どっちか置いといてどっちかをやろうとすると結局置いといた方が荒れ始めて結局そっちにまた戻らなきゃいけなくなるということをアメリカ自身も繰り返してきてるわけなんで、アメリカにもこっちを捨ててこっちだけっていうのはうまくいかないよということをちょっとよく説得をしていく必要があるのではないかなと、こんなふうに思ってますね。そうですね。まさに今アメリカがヨーロッパから離れようとしているのは、大塚先生おっしゃったようにまさにそのアメリカの戦略としてもう世界全体を見ることはできない。どこか特に一番の競争相手である中国にしか対応できない。中国とでも大変なのに他のところも相手できないということだと思うんですよね。でアメリカが中国に対して集中しようとしている時に、日本にとっても非常に中国というのはもう国家安全保障戦略の中でも戦後最大の戦略的挑戦と位置づけた国ですから、日本も明確に中国に対してどう持っていくかということをアメリカと連携してですね、アメリカの力をこのアジア地域に巻き込んで一緒になって対応していくっていう、まさにそういう姿勢が私も大事だと思います。で同時にその世界全体を見た時にその国際的なそういった私たちが戦える環境を取ると同時に国内のこの意識も私は非常に重要だと思うんですよね。まさに国家安全保障戦略を作っていただいて、その中で国民の意識っていうところは2年半前の文書にあんまり出てなかったなというふうに思います。実は私もいろんな講演で使うんですけども、2023年に NHK が Z 世代にですねアンケートを取った結果があります。でこれ見るともうちょっとですね非常に心配になるんですけども、これがその2023年の8月に NHK が発表しているんですけども、Z 世代今で10代20代の方々に10年以内に日本が戦争に巻き込まれる可能性はあると思いますかっていうこの質問に対してあると思うが 17%、 どちらかといえばあると思うが 38%、したがって55%の方々、過半数の方々は10年以内に戦争があるというふうな認識をお持ちになってるんですね。でその上で、ではもしも日本が戦争に巻き込まれたらどうしますかという質問に対して、36% の人が戦争に参加せず戦争反対の声を上げる。21% の人が戦争に参加せず国外に逃げる。戦争に参加するというのが 5% なんですね。まさにその57% の人たちはもう反対だと言って、国会議事堂の周りに行ってシュプレヒコールを上げるのか、あるいはもう逃げていくのか、まさに半分以上の人が後ろ向きなんですよね。これで本当に私は大丈夫なのかというような心配も起こるわけですけども、先ほど国家安全保障戦略の積み残しというご紹介もありました。この辺は私一つの積み残しだと思うんですけども、今後これ非常に難しい話だと思うんですけども、何かこれを変えていく上で何かお考えがあればですねお聞きしたいと思います。これはですね、私もこのアンケートを見た瞬間衝撃を受けたわけですけど、日本が戦争に巻き込まれたらどうするかと聞いてるわけですね。巻き込まれるわけですよ。日本が戦争を仕掛けてるわけではなくて、にもかかわらず戦争反対の声を上げると。誰に対しての戦争反対の声をどこで上げるんだろうということですけど、ちょっとね、要するに現実との認識と、ちょっと相当乖離があるというかね、私もどういう言葉を選んでいいかわからないぐらい衝撃を受けたわけです。国外に逃げたくなるっていう人がね、2割ぐらいいるっていうところまではなんかわかるんですけど、戦争反対の声を上げるというのはもう非常に現実感がないわけですけど、でそれでね、ちょっと今日一枚ビラを持ちしたんですけど、私航空自衛隊入間基地の近傍に住んでいるんですけど、先日投げ込みのチラシがありましてね、こういうやつなんですけれども、いわゆる反戦デモの呼びかけで、これ基地の周辺だとたまにあることなんですけれども、これですね、見ていただくとですね、一番上に何て書いてあるかというと、トランプ石破の中国侵略戦争阻止って書いてあるんですね。中国侵略戦争の阻止。
全く今の国際環境を認識してないです何をね。言ってるの、全く目を疑ったんですけれども、で基地もね、基地の強靭化で強化をしていくわけですけど、それも中国侵略戦争のための司令部地下化反対と、こういうふうに書いてあるわけですよ。でこれをですね、ちなみによく昔ながらの名前の団体、全学連とかですね、元自治労埼玉県本部書記長とか、そういう方々の名前がここに載ってるわけですけれども、戦争反対までは頭の中で理解はできるんですけど、中国侵略戦争反対と。でこれどう考えても意図的にやってるとしか思えないわけですよ、現実を見ていて。で、このデモがどれぐらい例えば中国と関係あるのかどうかっていうことは私は分かりませんが、この反戦デモの結果利するのは中国でしかないように思えるわけですよね。でそういうちょっと現実感のない認識とこの NHK の Z 世代アンケート、日本が巻き込まれているのに、戦争反対の声を上げるというところに何か共通するものを感じるんですけども、Z 世代になんでこういう認識が広がっちゃったのかなと、これは少しよく調べないといけないかなというふうに思ってます。そもそも今の厳しい安全保障環境というものが国民全体にきちっとですね事実を正しく認識した上で周知されているのかというと、私はまだまだだと思うんですね。もうはっきり申し上げて、政府のこういった情勢認識に対する国民に対する伝える手段っていうのは少なすぎると思うんです。私も毎月いろんなところに月何回もですね一般の方々に対する講演というものをさせていただいてるんですけども、冒頭この厳しい情勢環境をお話した時に、後で皆さんですね目から鱗でしたと。だから一般の方々に伝わってないんですよね。でそれはやっぱり若い人たちにもこういった人たちも伝わってなくて、でまさにそうひょっとしたら今持たれたビラというのは私は意図的だと思うんですけども、それはどことどう関係しているかもちろん分かりませんけども、結局は中国を利してるんですよね。でそれは結局日本のためにならない。そういう意味でもっとですね国民の方々に普通の方々なら厳しい情勢認識をきちっと正しくお伝えすれば、分かると思うんですよね。そこはもっと次の国家安全保障戦略見直していただく中でですね、ぜひ強く訴えていただきたいなと思っているところですね。今の3文書を作る時に、もう正直言っても安全保障環境がだいぶ厳しくなったから、20年30年何もしないで放置してきたというのが日本の、防衛安全保障の現実だとは思うんですけど、ちょうど尖閣諸島の周辺で中国がいろいろな行動を取るようになって、もうタイミングとしてはギリギリギアを切り替えないと間に合わなくなるタイミングだなと思ったので、私自身はここでやらなきゃいけないということで仕掛けたわけですけれども、その時はですねやっぱりニュースを見ても尖閣諸島周辺のニュースが流れている。でこの3文書の議論が本格化したタイミングではウクライナで戦争が始まった、毎日そのニュースが流れているということで、なんとなく自然体で国民の間でも理解認識が広がったような気がするんですね。で我々もそれを伝える努力というのを一生懸命しましたし、有識者の方にも働きかけをして、一緒に必要なんだという議論をやったわけですけど、3年も経たないうちに、すっかり忘れ去られてしまう。それよりも状況が悪化しているにもかかわらず、今の状況が日本にとって何を突きつけているかということが、国民に広がっていない、原因の一つは国会でも議論全然されてないんですよね。マスコミの報道もそうだと思いますけど、やっぱりちょっとね欧州は覚醒したわけですね。ちょっと覚醒しすぎて大丈夫かなと思う側面もあるにはあるんだけど、世界中台湾もちょっと内政が荒れてるんですね今。でそれで対応しきれてないところがあるかと思いますが、日本も今目を覚まさなければいけない、そういうタイミングなんだと思うんです。だから国会もですね、私も接種約案しながら国会のニュース見てますけれども、今まさにこの議論を深めなければいけないし、安全保障っていうのは議論をして計画にして実施をして、それが効果が出てくるのに5年とか10年とかかかるわけですから、
今やらないでどうすると、こういう思いを強くうん持ってます。私も一刻も早く国会に戻ってこのことは訴えたいと、このように思ってます。ぜひお願いしたいと思います。今国会見ててもですね、いろいろないわゆるお金の話とかいろいろありますけど、もちろんそれも大事ですけども、そういった日々の生活を守るのが、10年先もきちっと日本が独立して、経済的にも発展できるのは安全保障があって初めてなんですよね。で、国会でそういう議論がほとんどされてない。ここまで悪化してるのに、申し訳ありませんが、一体国会何やってるんだという怒りも感じるんですよね。ぜひ大塚先生にはですね、帰っていただいて、早くですね、一刻も早く我が国の安全保障をどうするかということを先陣を切って戦っていただきたいと、強く期待をして、これで山水会チャンネルを終わりたいと思います。最後何か一言おっしゃりたいことございませんか、最後。そうですね。まずこの世界はおそらく歴史の教科書で言えば、もう章が次の章に変わるぐらい変わったと思うんですね。この2、3年で変わっていたところが、先ほど言ったトランプ・ゼレンスキー会談で、その現実をまざまざと我々は突きつけられたと思います。これを正面から受け止めて、我々は何をしなければいけないんだ。この先10年、20年、国際社会がどう変わっていって、その中で自分たちがすべきこと、そして国際社会の中で働く役割ですよね。欧州、米国、その他の国々との関係、枠組みをどう作っていくか、この戦略の議論というものを私も、岩田閣下なんかとも一緒に一刻も早くやっていきたいと思いますし、世論にもこれを広めていく努力をしていかなきゃなと思っています。ご覧いただいた方もぜひ一緒に頑張っていければと思います。期待をしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。